毎日塗装してたいぐらい塗装がめっちゃ好きってことで、どうもプラミンです。はい、ということで突然なんですけど、皆さんオーロックスっていうメーカーご存知ですか？プラモデル用の塗装用品とかを販売してる日本のメーカーさんなんですけど、今回なんとね、そちらのオーロックスさんからお話いただきまして、こちら充電式エアブラシと筆のセットをいただきました。で、今回はこの2つの塗装アイテムを使ってガンプラをね作っていきたいんですが、このオーロックスさんね、結構有名だと思うんですけど、僕もともとここのエアブラシちょっと欲しいなって思って気になってたので、なんかまさにこう渡りに船というか行幸って感じでありがとうございます。じゃあ早速この2つのアイテム中身見ていきましょう。じゃあまずはこちらの面相筆12本セットから。なんだかんだ筆ね、ずーっと昔から同じの使ってるから結構マジでありがたい。はい、出してみるとこんな感じ。すごいちゃんと筆を入れる用のね、ちょっと固めのケースが入ってます。ちょっとプロみたいな感じでいいなこれ。で、こっちがもう説明みたいな感じですね。お手入れ方法とかがしっかり載ってますね。じゃあちょっと見ていこうか。ではいざ開封。これちょっとさ、かっこよ。こういうのに弱いんだよね、このガジェットというかアイテムをさ、こうやってしっかり綺麗に収納するアイテムめっちゃ好きなんだよな。筆のサイズも結構こうしっかり持ちやすいぐらいの長さで、これ黒い筆と白い筆があるんですけど、白い筆の方が馬の毛でできた筆で、黒い筆の方はナイロン製の筆になってるらしいです。なので6種類のサイズが各1本ずつついてきて、計12本の筆になってますね。ちょっとじゃあ見ていくか。まずこっちが馬の毛ですね。筆先もしっかり滑らかになってるね。持ち心地もほんといい感じ。そしてこっちがナイロン製の筆ですね。こっちの方が毛はちょっと柔らかめな感じがしますね。こんな感じでナイロン製と馬の毛の2種類の筆が入ってるんですが、ちょっとこれに関してはね、塗装する時に詳しく見ていこうか。そしたら次は充電式のエアブラシ。はい、出してみました。見てください、この箱。高級感がすごい。めちゃくちゃかっこいいわ。で、この紙にはこの内容物とかが書いてありますね。セット内容もこんな感じで、外でこうね見て分かりやすいのも結構ありがたいね。じゃあ開けますか。いざオープン。まずは説明書。これを取ると、来た。これちょっと待って、これハンドピーストリガータイプじゃないですか、オーロックスさん。僕このトリガータイプ大好きなんですよ。最高。はい、で次、これがコンプレッサーの本体ですね。こっちも高級感ありますね。半光沢の金属みたいな感じですごいかっこいい。重さはスマホよりちょい重いぐらいで、これが充電のコードと掃除用のブラシ、スポイトで、これうがい用のキャップらしいです。はい、こんな感じでハンドピースの先端に取り付けることで、このままブクブクってできるらしいですね。これも後で使ってみます。そして塗料カップが2種類入ってますね。プラスチック製かな、塗料カップになってます。で、この塗料カップの中にもいろいろ入ってるね。このちっちゃい方にもいろいろ入ってますね。3種類のエアブラシの先端ノズルがついてました。あとはこのエアブラシとコンプレッサーをつなげる用のパーツですね。はい、そしてなんとね、ホースついてるんですよ。これちょっとさ、ありがたいというか、充電式エアブラシにしては珍しいですよね。ホースついてるなんてね。これホースついてるってことは、このコンプレッサーとハンドピースをこうつなげても使えるし、こう離してホースでつないで使うっていうこともできるってことですよね。充電式エアブラシの1個の課題である重くて腕が疲れるみたいなところが解消できるんじゃないでしょうか。で、これが交換用のバッテリーですね。僕ね、エアブラシ塗装は充電式エアブラシでデビューしたんですけど、その充電式エアブラシにもこの交換用のバッテリーがねついてるタイプのやつだったんで、これはねめちゃくちゃいいんだよね。実質半永久的に塗装ができるっていうね。こっちを使って切れたら変えて、その間に充電ってこうやって繰り返していくことで半永久的にしっかり塗装ができるので、充電式といってもほぼなんというか充電なしみたいなそんぐらいのイメージで使える感じですね。で、ラスト、これニードルですね。 0.2mm、 0.3mm、 0.4mm、 0.5mm の計4種類のニードルが入ってるっていう、かなり豪華な仕様になってます。で、今回いただいたこちらの充電式エアブラシ、エアロクロスポータブルっていう商品なんですが、こちらね、オーロックスさんの公式通販サイトだと今ね 12,480 円で売ってるみたいで、13,000円でこのニードルがついてたり、ホースがついてたり、塗料カップ2つついてたり、結構ねすごいいい感じです。僕が前使ってた充電式エアブラシが1万円しないぐらいだったんですけど、その時のセット内容がこんぐらいでした。で、今回僕が使ってた充電式エアブラシより増えてるのがこのアイテム
ムたちかなり多いです。本当値段そんな変わんないんだけど結構多いですね。はい。で本体のコンプレッサーとハンドピース取り付けてみるとこんな感じ。この隙間が若干長い感じがしますね。率直にこう持った感想なんだけど、ここがちょっと長い。こう持った時にもうちょっとこっちを握りたい若干長いかな。まあ使ってるうちに慣れてきそうなぐらいの感じではあるけど、1回目のファーストタッチで持った感じ、ちょっと長いかなっていう感じかな。ここの電源ボタンを押すことで電源が入ってトリガータイプなので、ここを引くと一気に出るっていう感じですね。エアーはねしっかりと出てくれる、こんな感じでね。まあ勢いとしては吹きつけるのにはしっかり十分な量出てる感じがします。はい。でホースをね取り付けてみるとこんな感じです。長さとしては結構あるね。僕のちょっと撮影スペースが狭いのでしっかりお見せできないんだけど、結構長いです。これもね電源オンにしてこうトリガーを引くまでコンプレッサーは動かない感じなんだけど、若干ラグがありますね。こんな感じで。まあでもこの吹き出しにラグがあったところで別に吹いてる途中ではね関係ないので、まあそんなに気にならないかな。まあでもやっぱり充電式エアブラシなのにしっかりコンプレッサーを別に置くことができて、こう手持ちで持てるっていうのはねすごいいいですね。充電式エアブラシとしては本当に珍しいセット内容にこのホースがついてるのはすごいいいですねこれ。まあ何はともあれ今ここでシュッシュしたところで塗料が出てないんだから本当の性能はわからないので、早速ねガンプラ作っていきましょう。はい。っていうことで今回はこちらの HG ユニコーンガンダムユニコーンモードをね作ってエアロクロスポータブルでね塗装していきたいと思います。ってことで早速まずはこのユニコーンガンダム作っていきましょう。よいしょ。はい。内容物はランナーが全部で5枚とポリキャップ、サーベルエフェクト、ホイールシール、説明書になってます。まあランナーもそんなに多くないのでサクサクと組み立てていきましょうか。今回は塗装がメインなんでね。はい。ということで HG ユニコーンガンダムユニコーンモードまず組み立て完了しました。このユニコーンモードのキットね初めて作ったんですけど、めちゃめちゃなんかパーツ数少ないというか簡単でしたね。2時間ぐらいで作れちゃいました。で今回このユニコーンガンダムをいただいたオーロックスさんの充電式エアブラシで塗装していくんですが、今回はサーフェイサー、メタリック塗料、基本塗料の3種類ねちゃんと吹けるかっていうのも試していきたいので、このユニコーンガンダムは黒立ち上げで塗装して、フレームはねいつものメタリック塗料で塗装していきたいと思います。どの塗料もねいい感じに塗装できたらいいなっていう感じです。で今回ちょっと塗装の動画でそこまでガチでこいつを作るというわけではないので、表面処理とかエッジ出しとか合わせ目処理とかそういうのはもう何もしないで塗装だけしていきます。まあただねさすがにアンテナのシャープ化だけはやっておきました。ということでねせっかくユニコーンガンダム作ったんですけど、もう早速バラして塗装をやっていきましょう。はい。ということでここから早速エアブラシを使って塗装をやっていきましょう。まずは開封。まあここはねさっきも映したんでそんなに映さないんですが、まずはコンプレッサーにハンドピースを取り付け、後ほどホースを使って塗装もやってみたいと思います。ってことでまずはフレームスターブライトアイアンで塗装していきます。これはメタリック塗料でちょっと重い塗料になってますね。まずは試しにプラスチックスプーンに吹いてみるとこんな感じ、ちゃんとね塗料出てくれます。メタリック塗料だけどしっかり吹き付けできますね。塗膜もかなり綺麗でいい感じで、トリガーは1回引くとそのまま塗料が出てくるっていうシングルアクションタイプですね。僕基本ダブルアクション使うからこのシングルアクションちょっと慣れなくて最初ちょっと難かったですね。そしたらパーツにも塗装やっていきましょう。パーツに吹いてみるとこんな感じ。パーツの凹凸部分にもしっかり塗料が入ってくれてちゃんと綺麗に塗装できます。メタリック塗料も全然問題なく吹けるのでコンプレッサーのパワーもすごい十分にありますね。ただ一つポイントとしてはこのエアブラシ結構ね塗料がワイドに出るんですよね。横に広いというか塗料が出る量が多いというか一気にパーツが全部塗れるって感じですね。まあこれはねいいところでもありちょっと欠点な部分もあるんですが、後ほどね黒立ち上げでグラデーション塗装をするのでそこでもうちょっと詳しく話していこうと思います。ただワイドに出る分こういうメタリック塗料はしっかり塗装ができるっていうのがあるので、そこに関してはね結構いいと思います。そしたらこの調子でフレームパーツ全部塗装やっていきましょう。なんですがここでちょっとね塗料がワイドに出るのが気になったのでニードルストッパーをかなりギリギリのところまで締めて使ってみます。かなり絞って吹いてみてもこんな感じでやっぱりねかなり塗料はワイドに出ますね。広角って感じ。逆に言うとこういうフレームとかの一色でバーって塗っちゃう時とかサーフェイサーで処理する時とかはめちゃくちゃいいと思います。ただ個人的にはもうちょっと塗料が少なく出る方が好きなので説明書を見ながら
0.2mm のニードルに変更していきます。まずはハンドピースの後ろ側を取り外す。そしたらニードルを止めてるネジを回して緩める。でニードルを引っこ抜くとこんな感じ。次に先端のノズル部分も取り外す。で 0.2mm のニードルのキャップを外してハンドピース本体にぶっ刺す。そんで蓋をして、これでニードルの交換完了です。あとノズルもちゃんとね 0.2 の方に変えてるんですが、動画撮り忘れてますね。そしたら 0.2mm で塗装やっていきましょう。さあ 0.2mm の塗料の出る量はどのぐらいか、いざ。はい、こんな感じですね。まあこう動画越しだとあんまわかんないと思うんですけど、 0.2 と 0.3 の違いって吹いてる本人としては結構わかりやすいですね。まあただ 0.2 なんだけど、いつも自分が使ってるハンドピースの 0.3 となんかね、これでやっと同じぐらいな気がします。なんかもともと結構ワイドに出るハンドピースっぽくて、口径を 0.2mm にすることで標準的な 0.3mm の塗料の噴出量になるっていう感じですね。そしたらメタリック塗装が終わったので、うがいキャップを使ってうがい洗浄やってみましょう。これね結構気になってたんですよ。すごいなんか初めて見るからね。使い方はこんな感じで、ハンドピース先端にしっかりと取り付けて、塗料カップにツールクリーナーを注ぐ。そしたら先端をちょっと押さえてトリガーを引くとこんな感じでうがいの洗浄ができるっていう感じですね。キャップの先端押さえなくてもまあうがいはできるっちゃできるんだけど、しっかり先端を押さえてあげた方がしっかりうがいができるので、使うときはね先端押さえた方がいいですね。はい、そしたらうがい洗浄が完了したので、続いてホースを接続してハンドピースとコンプレッサーを分離して塗装をやってみたいと思います。まず本体とハンドピースを分解して取り外す。そしたらホースをハンドピースの方とコンプレッサーの方につなげて、これで分離完了です。こうなるとねもうめちゃくちゃしっかり持ちやすいですね。そしてこれはもはや充電式というか普通にただのエアブラシって感じですね。でコンプレッサーはエアーがしっかり吸い込めるところだったらどこに置いても大丈夫なので、作業スペースがねしっかり確保できてます。続いて黒立ち上げのためのサーフェイサーメカサフスーパーヘビー塗装していきます。これはもう早速パーツに吹いていくんですが、こんな感じ。吹き心地マジで普通のエアブラシ。まあねそりゃコンプレッサー別でハンドピースも別で、これめちゃくちゃいいですよ。やっぱ本体にコンプレッサーついてると充電式エアブラシ使ってるなって感じあるけど、もう分離してるからもう普通にエアブラシ。マジでいつも使ってるエアブラシと持ってる感覚一緒で、塗膜はこんな感じですね。サーフェイサーもしっかり拭ける、パワーがしっかりあってねすごいいいです本当に。そしたらここでねバッテリーの充電が切れてしまったので交換しましょう。でこれ開封の時にも言ったんですけど、マジで充電交換すれば半永久的に塗装できるので、こんな感じで充電しといたもう1個の方を取り付けるだけで塗装が再開できる。これはね本当にありがたい。そしたら続いてサフの乾燥中に基本色での塗装をやっちゃいましょう。使うのはナラティブを塗装した時に作ったネイビーブルーですね。まずはプラスチックスプーンに吹いてみるとこんな感じ。やっぱね動画でも見てもらえばかなりわかる通り塗料の出が多い。一気に塗れてすごいね作業の効率はいいです。で基本色塗ってみるとこんな感じで、塗膜もしっかり綺麗ですね。ちゃんと光沢出てくれる。パーツにも塗ってみるんだけどちょっと色が分かりにくいね。まあ基本色もねしっかり塗れるということで、もう基本色終わり。そしたら続いて本体外装ホワイトは白サフで塗装。多分塗料めっちゃ使うので一番大きい塗料カップに付け替えしていきます。これは本当に大容量ですね。なんでちょっと楽しくなっちゃってめちゃくちゃ入れました。そしたらこっからパーツに塗装していくんですが、ちょっとね本当に塗料がワイドに出るから細吹きは苦手な感じがしますね。このエアブラシ黒立ち上げで重要な真ん中から徐々に塗装を広げていくっていう感じをやりたかったんですけど、ちょっとねなんか塗料がワイドに出ちゃって、そう中心から広げていくみたいな細かい作業ちょっと難しかったので、すごい雑ではあるんですが、パーツの中心に一本線を引いてそこから広げていくみたいな感じで、こうやって工夫して吹けば普通にグラデーションもできるんですけど、やっぱねちょっと細かい塗装が苦手な感じがしますね。ワイドに出ちゃうので、まあワイドに出るのはねいいところでもあり悪いところでもある、まあ長所であり欠点であるって感じですかね。大きいパーツとか
単色でバーって塗るだけならマジで多分効率いいです。これ吹いた後のパーツはこんな感じ。カメラの設定明るくしてるのでめっちゃ真っ白に見えますね。とまあこんな感じで残りの外装も全部塗装したら、最後に艶消しトップコートも吹いていきます。これは基本色のネイビーブルーのパーツにだけ吹いていくんですけど、トップコート系の塗料もしっかり問題なく塗装できました。はい、ということでエアブラシでの塗装が完了しました。エアブラシで塗装してるところは後付けで喋ってるから、ちょっとねもしかしたら今から同じことを話してるかもしれないんですけど、こちらのエアブラシ吹いた感じとしてはすごい使いやすいベーシックな感じがしました。僕はね充電式エアブラシ今回のこれで使うのが3つ目3種類目なんですけど、今まで使った中では一番使いやすかったかな。今は僕普通にコンプレッサーからハンドピースにホースをつなげて据え置きタイプでエアブラシ塗装してるんですけど、結構ね吹いてる感じとしてはそれに近かった。ただちょっとだけね、こういう黒立ち上げみたいなグラデーション塗装をするときはちょっとね全体的に塗料の出がねワイドなんですよね。このエアブラシ結構ね広角な感じで塗料が出るんですけど、細かい細吹きみたいなのは苦手な機種なのかなって思いました。ただねこの開封した時も言ったんだけど、ここがちょっと長くてコンプレッサーの部分に手かかるところがちょっと少ないからちょっと握りにくい感じはします。でその他いろいろ使い心地について気になる点とか良かった点いろいろあるので話していきたいんですけど、ちょっとねそれはまとめの方で話していこうかなって思いますので、ここからはこちらのね筆のセットを使って部分塗装とかをね筆塗りでやっていきたいと思います。ってことでまずは塗装したユニコーン組み立てていこうか。はい、ということでこれで武装含めねユニコーン全部組み立て完了しました。でここでね部分塗装筆塗りやっていく前にちょっと本体の塗膜をちゃんと見ていこうか。まずちょっとざっとね本体全体像を見ていこうか。こんな感じ。塗膜はもう何度も言ってるんだけど本当に綺麗で、いつも通りコンプレッサーからつなげてるいつものエアブラシと塗装した感じとまあそんなに変わりはないかな、塗膜自体は。なんだけどやっぱりその何回も言ってるんだけど細吹きがちょっと難しい部分だったり、全体的にワイドに塗料が出ちゃうっていう部分に関してはちょっとねなんというか難しいのかなとは思いました。ただ逆にめっちゃワイドに出るから、あのワイドさでプラス 0.5 の口径とかでやったらガチでえぐいぐらい多分広く塗れると思います。あとね 0.3 で最初塗装して 0.2 の口径に変えて HG これね塗装してるんですけど、 0.2 の方がやりやすかったね。このエアブラシに関しては 0.2 が一番使いやすいんじゃないかなって個人的には思います。ただ僕がね思っただけなんで、もしこれ買うっていう人がいたら、届いてね自分で1回 0.3 が標準でこう入ってるので吹いてみて、ちょっとなんかワイドに出るなってなったら 0.2 に変えるとか、ちょっと足りないなと思ったらニードルを変えて口径上げていくみたいなのもできるのがすごいいいところ。このバズーカの方なんかもねもう完全にメタリック塗料だけでね一発塗りしちゃってるんですけど、このメタリックの塗膜が綺麗に出るのは充電式エアブラシってね若干パワーが低いところとかもあるんだけど、それを感じさせないぐらい綺麗だね。はい、でここからはもちろんもうさっきからずっと言ってるんですが、こちらの筆のセットを使って筆塗りをねやっていきましょう。こちらの筆12本セットなんですけど、一応ね値段が現在公式通販サイトの方では税込み3280円になってて、12本入りなんでざっと単純計算なんだけど1本だいたい273円ぐらいですね。で僕がいつも使ってる筆はタミヤの面相筆で1本だいたい300いくらするんですけど、それと比べたら1本1本のコスパはいいですね。12本入ってて3300円ぐらいで、しかもこのケースがついてくるってね、結構値段的にはお得なんじゃないかなって感じがする。いつも僕が筆塗りで使う筆のサイズってだいたいこのぐらい結構細いやつなんですけど、これがね下から2番目の太さ、ここだね。でまずちょっとねこっちナイロン筆、このナイロン筆の方がねすごい気になってるんだよね、どんな感じの塗り心地なのか。最初はこっちのナイロン筆で塗装していこうってことで、まずは水性ホビーカラーのゴールド塗っていきましょう。ナイロン筆初使用、人生初ナイロンです。じゃあちょっとこの中央塗ってみようか。さあこれはねいいわ。これいいね。このナイロンの毛ってちょっと柔らかいのかな、なんかねソフトな感じがするね。ちょっとここも塗ってみようか。塗りやすいわ。はい、ってことでまずはナイロンの方でゴールド塗ってみたんですが、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、ちょっとさこの塗り心地の部分とかってちょっと使わないとマジわかんないわこれ多分。でこっちが馬の毛の方、こっちもちょっと塗ってみようかな。じゃあさっきと同じところですね塗装していきましょうか。
ちょっと違うかな。感覚的にはやっぱなんかこっちの方が硬いかなってる実感があるかな。本当にさ、塗り心地のところとかってマジで使わないと分かんないと思うから、プラミンさん今すごい塗り心地の違いに驚いてるんだなーっていうのしか分かんないと思うんだけど、全然違います。個人的にナイロンの方が好きだ。はい。で塗ってみるとこんな感じ。この右の方がナイロンで左が馬の毛なんだけど、その塗膜塗ったところに関してもそんなに違いはないかな。でそしたらちょっと次にこの一番細い筆、これでちょっとだけねチッピングしていこうかな。まず黒い塗料を筆につけ、1個このナイロンの欠点見つけた。塗料ついてるかちょっと分かりにくいですね。黒い塗料をつけるとついてるのか分かんないね。でそしたらちょっとチッピングやっていくんだけど、こんな感じで細い筆に塗料をのせたら、こんな感じでちょんちょんとなんかエッジの部分に黒い塗料をのせていきます。はい、どうでしょうか。ちょっと軽めにチッピングね、エッジの部分にやってみたんですが、結構やりやすいね。毛先がすごい細いタイプになってるから、こういうチッピングみたいな作業もやりやすいですね。はい、ということでこれでねチッピングも終わらせて HG ユニコーンガンダム完成しました。といっても今回はチッピングもね本当に全身めちゃくちゃやったっていうよりかは、もう本当に前だけ、後ろほぼやってないです。ほら後ろもう超綺麗、前だけ汚れてるね。もう意味がわからないんだけど、でもとりあえず今回はねそこまでがっつり制作というよりかはエアブラシと筆がどんなもんかっていうのを見てみるための制作だったので、今回はねこのぐらいの緩めな制作でやってみました。ただやっぱかっこいいわ。でね、ここから今回使った2つのアイテムについてちょっとまとめをね話していこうと思います。まずはこっちの面相筆セットの方からちょっとね話していくんだけど、感想としては3300円で塗りやすいしっかりとした筆がケース付きで買えるっていうのはねかなりいいんじゃないかなって思います。6種類の太さが各種1本ずつってことは、各種の太さが2本ずつついてくんだよね。塗り心地としてはこっちのナイロン筆の方が好きなんだけど、どっちもね普通に塗りやすい。このオーロックスさんの筆はここが太くなってるからすごい持ちやすい、力入れやすくてしっかり持てるから塗る時もねすごい塗りやすいです。で続いてエアブラシの方なんですが、簡単に言うと普通に使いやすい。今まで使った充電式エアブラシの中だったら一番使いやすい。吹ける量も多いし、このセットの内容で言ったらセット内容が充実してるからすごいいいです。これでここをね本体と取り外してホースで接続することで、普通のエアブラシみたいなさコンプレッサーを別で置いてハンドピースだけこう持ってプシュっていう塗装ができるっていうのもすごいやりやすい。やっぱ充電式エアブラシの一番のネックってこのコンプレッサーが重いっていうところだから、コンプレッサーをこうやって置いてね塗装できるっていうのはすごいいいですね。でしかも値段に対して性能はね本当に良くて、でねよく見かけるのが1万円ぐらいで充電式エアブラシを買うなら3万4万奮発してコンプレッサー付きのエアブラシ買った方がいいと思うみたいな意見をね僕よく見るんですけど、確かに実際充電式エアブラシとコンプレッサー付きを比べたら、圧倒的にコンプレッサー付きの方が性能がいいし、もちろん使いやすいのよ。使いやすいんだけど、みんながみんな塗装を始めようってなってエアブラシに3万4万出して塗装ブースにいくら出してみたいな、そんなね予算がいっぱいあるとは限らないので奮発できない人はいると思う。なんなら僕がエアブラシデビューしたくてエアブラシ探してて充電式エアブラシがいいなって思ってた理由は本当にもうそこ、コスパがいい、本当そこ、安い、予算がないそこなんですよね。だからその充電式エアブラシとコンプレッサー付きのエアブラシっていうのはもう別物って思った方がいいと僕は思ってて、だからこれいいですよ。これはねコスパはめちゃくちゃいい。もう充電式エアブラシの中だったらトップだね。今まで3本かなこれで使ったけどトップで使いやすいです。ただやっぱりどうしてもこんなにいいものでも気になるポイントがちょっとだけあって、まず1つ目、何回か言ってるんだけどここが長いんですよね。ここが長いからちょっと持ちにくい。どうしても女性の方とか小さいお子さんとかがエアブラシデビューしたいなって思って買うにしてはちょっとこれね持ちにくいと思う。僕は全然このユニコーン作ってる時途中でもう慣れちゃって全然大丈夫だったんですけど、これちょっとね持ちにくいかな。多分手小さい人とか女性の方は持ちにくいと思う。ただそれちょっと気になるポイントではあったんだけど、ホースつけちゃえばここだけで持てるからその問題は解決すると思う。次のもう一個気になるポイントとしてはうがいの手間。僕がいつも使ってるエアブラシってもうここをこうピッて押さえてブクブクブクってやるとうがいができるっていうものになってるんだけど、これはねうがい
専用キャップをつけてブクブクブクってしてってやんないといけないので、ちょっと手間。ただそれ以外に関しては特に気になるポイントはないですね。あと1個僕がもう本当に超絶評価するポイント、バッテリーが2個ついてること。このね、充電式エアブラシにバッテリーが2個ついてるっていうのはもう実質もう冒頭でも言ったんだけど、半永久的に使えるんですよ。もうね、全ての充電式エアブラシはこのバッテリー2つを義務化してほしいぐらい、これはね、充電式エアブラシにはなくてはならないマジでデカデカポイントなんで。ということでね、今回はこのオーロックスさんのエアブラシとメンソー筆セットを使って HG ユニコーンガンダムをね、全塗装してみました。めちゃくちゃね、しっかりかっこよく作れるので、エアブラシデビューするっていう方とか、サブ機を探してるとか、エアブラシを置く場所がないっていう方にとっては本当にめちゃくちゃおすすめできる商品だと思います。購入先リンクとか動画の概要欄に載せておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上となります。もしこの動画少しでもいいなと思ってくださったら、高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。